私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回は、喧嘩にならない意見の伝え方について考えてみたいと思います。自分の意見や考えを述べるとき、相手に不快感を与えず、平和的な対話を行うことは、良好な人間関係を維持するためにも、とても大切です。表現の仕方一つで、相手を不快にさせてしまったり、場合によっては、喧嘩にまで発展してしまうこともあるでしょう。そうならないために、自分の意見や考えをどのように伝えれば、相手と気持ちよく対話できるのか、一緒に考えてみませんか。日々の生活の中で、自分の意見や考えを述べる機会は数多くありますし、時には他人から意見を求められることもあるでしょう。例えば、こんな状況ではどうすればよいと思うと意見を求められた場合、どのように答えたらよいでしょうか。もし、この時、そういう場合は、こうするべきだと断定的に言うと、相手はそれを強制されていると感じる可能性があります。そのため、自分の提案を、私はこう思うんだけどと前置きし、これが、あくまで個人的な見解であることを明確にすると良いでしょう。断言するような言い方は控えて、私はこう思うという表現で結ぶことで、柔らかな印象を与えるでしょう。また、私は通常、このやり方を好むんだ。このように考えることを好むんだ。というように、自分の好みとして述べる方法も効果的です。個人の好みとして話すことで、相手も抵抗感を感じずに、より受け入れやすくなるからです。さらに、もしかすると、おそらく、私の見解では、といった表現を用いて、自分の意見に柔軟性や謙虚さを加えるのも一つの手段です。これらの表現を使うことで、相手はプレッシャーを感じることなく、あなたの考えや提案に耳を傾けやすくなるでしょう。時折、自分の意見や考えを述べた後、相手からなぜそう考えるのか、と質問されることがあります。このような時、理由を説明する際にも、配慮が必要です。なぜなら、この考え方が最も合理的で効果的だからと断定的に答えると、それが相手にとって自己の正当性を主張しているように聞こえてしまうかもしれません。理由を述べる際にも、それが自分の個人的な好みであることを強調するのが良いでしょう。私がこの方法を好む理由は、それが自分にとって自然に感じられ、自分のスタイルに合っているからですと自分の好みとして説明することで、相手に自分の考えを強要しているとは感じさせないでしょう。それから、どんな状況においても、心に留めておくべき大前提があります。それは、この世の中には、絶対的な正解は存在しないという考え方です。いつでもどこでも、すべての人々に共通する、普遍的に正しいとされることは、実は存在しないのです。その理由は、私たち人間の多様性にあります。私たち一人一人は、それぞれ異なる環境で成長し、多様な育てられ方をし、様々な教育を受けてきました。人生経験や周囲の人々からの影響も人それぞれ違います。また、生まれ持った性格や体質、健康状態、趣味や関心事、食べ物の好みに至るまで、私たちの間には無数の違いがあります。
さらに、社会的な立場や所属するコミュニティの多様性も見過ごせません。このように多様な人々がいるため、すべての人が同一の視点や価値観を共有することはないのです。同じ事柄に対しても、評価は人によって分かれる場合が多いです。一部の人には称賛されることも、この人には不快感を与えるかもしれません。そのため、全員が一致してこれが絶対に正しいと認めることは不可能です。これは多様性があるためであり、多様性があるからこそ、世界は豊かで魅力的なのでしょう。この大前提を心に留めておくことは、とても大切です。他者との対話や意見の交換、考えを共有する際には、アサーティブなコミュニケーションを心がけると良いでしょう。アサーティブなコミュニケーションとは、自分の意見を率直に表明することで、自己表現を豊かにする一方で、他人の感情や立場にも敬意を払うことです。自分の意見や考えを一方的に押し付けることは避け、相手にも発言の機会を提供することが望ましいです。例えば、あなたの意見も聞かせてほしいと伝えて、相手の言うことを真摯に聞き、相手の立場や意見を理解し、尊重する姿勢が求められます。自分の考えと相手の考えが異なる場合でも、相手を否定したり、批判や攻撃をすることは控えるべきです。相手を尊重する気持ちで、自分の意見を素直に表現することが理想とされます。自分の考えを絶対視せず、柔軟な姿勢を持つことも大切です。相手の意見から新たな学びを得る可能性があると認識し、心を開くことが、建設的なコミュニケーションへとつながるでしょう。これはバランスの取れたコミュニケーションであり、相互理解と快適な関係構築のための土台となります。アサーティブな交流は、人間関係を深め、互いの間に調和と尊重を育む効果的な方法です。今回の話をまとめてみましょう。今回は、自分の意見や考えを伝える際に、相手を不快にさせないコミュニケーション方法についてお話ししました。自分の意見や考えを述べるとき、私は、思います。もしかすると、おそらく、私の見解では、といった表現を用いることで、自分の発言に柔らかさや謙虚さを加えることができます。また、私はこの考え方が好きですというように、自分の意見や考えを個人の好みとして述べることで、相手は抵抗感を感じにくくなるでしょう。自分の考えや意見の理由を述べるときにも、それを個人の好みとして表現すると効果的です。さらに、世界には絶対的な正しさは存在しないこと。人々が多様な背景や価値観を持つため、様々な意見があることを理解し、受け入れることも重要です。アサーティブなコミュニケーションを目指し、自分の意見や考えを大切にしながらも、相手の意見や感情にも配慮して、バランスを保つことが大切なのです。このアプローチにより、相互の理解を深め、調和と尊敬を基盤とした良好な関係を築くことができるでしょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。